ちょっと筋肉痛なんだよな。はい、皆さんこんにちは。車の大自然カカシヌピーです。今回はこちらカーオールのジオセラミックボディコートという商品を使ってみようかなと思います。で、先日タイヤコーティングの方は使いました。で、最近出た、新商品なんですが、ボディ用もね、あるということで、今回使っていきます。最近セラミックって何セラミックって何セラミックって何っていうとあれなんですが、セラミックってよく見るよね。セラミックとね、あと、グラフェン。あの辺で僕、いまいちよく分かってないんですよ。セラミックって書くとね、やっぱ、って感じになるんですが、正直ね、ガラスとかはもちろんあるんだけど、違いがね、よく分かっておりません。なんか詳しく分かる方いたらぜひ教えてもらいたいなと思います。で、この商品の特徴は、6ヶ月効果持続で、セラミックナノ粒子と強撥水シリコンレジンが配合されていて、セラミックナノ粒子が皮膜の隙間を埋めることで耐久性が大幅に向上、ツヤと撥水効果が長期間持続します。何と比較して大幅に向上してるのかもよくわからないんですよね。ほんと、なんかさ、いつもなんか歌い文句につられちゃうんですよ。僕もこれなんかパッケージかっこいいし、シンプルだし、なんかいいなと思って買ったんですが、結局何がいいんだろうと思いながら買ってる部分もあります。で、使える箇所使えない箇所っていうのがあって、使える箇所はボディ塗装面、未塗装樹脂、メッキ、純正ホイール。使えない箇所がガラス、ヘッドライト、タイヤ、再塗装した場所、特殊な塗装、クリア塗装がない車、劣化した塗装、素材、傷、ひび割れ、変色と。今日塗装って大体ね、傷あるし、飛び石とかでね、大体傷とかどの車も入ってるんです。これ使えないって言われたらちょっと困るんですが、あとは自動停止機能やカメラ等の安全装置、そこに直接つかなきゃいいっていうことなのかなみたいです。効果としてはコーティング効果が6ヶ月、さっき言ったやつですね。あと傷埋め効果、あと強撥水で汚れを防ぐ、洗車が楽になる、専用厚手クロス付き、クロスにつけて拭くだけ、ボディ以外にも使えるということです。これがね、パッケージにね書いてあることになります。実際どうなんじゃいっていうところで、水はじきとあと傷埋め効果っていうところをちょっと見てみたいなと思うので、実際にね、今回は何かと比較っていうよりかは、この商品がどんな感じの商品なのか使ってみて、似たような商品があればそれとね、比較もしたいなと思うので、こういうのとちょっと比較してみてくださいみたいなのがあれば、ぜひコメント欄に入れといてもらいたいなと思います。まだねやってないから何とも言えないんですが、実際ね今から使ってみようかなと思います。そしたら早速外へレッツゴー。はい、そしたら今回施工するのがこちらです。で、見てわかる通り、こっから左側磨きました。で、右側はもう何もしてないです。洗車傷とかもかなりひどいような状態です。で、これで傷消し効果、傷埋め効果っていうところもちょっと見ていきたいなといった感じです。で、真ん中の部分はこれ僕がねやらかしたわけではなく、もともとちょっとクリアがね飛んでるんですよ。なのでここは未施工にして、磨いた版と磨いてない版でどう違うのかも含めて見ていきたいなといった感じです。まずはね、水はじき現状どんな感じなのかっていうのをお見せしたいなと思います。はい、そしたら実際に水をかけてみようと思います。こう見るとさっきの洗車傷とか目立たないんですが、ライト当てるとね全然違うんですよね。面白いよね。じゃあ行きます。今ちょっと霧みたいな感じでかけてます。分かりづらいですね。水は弾いておりません。徐々に水がこう引いていくような感じですね、両方とも。で、左の方がやっぱ磨いてるからか引く速度が速いですね。これはこれでいいんだけどね、なんか気持ちいいよね見てて。で、右側は磨いてないので、やっぱちょっと汚れとかがあるせいか、洗ってはあるんですが、水垢とかでね水が残るような感じありますが、左側の方が綺麗に引いていくような感じですね。とりあえずこんな感じです。で、ここに施工してどんな違いが出るのか。で、一応ジオセラミックボディコートは、ボディが濡れてる状態でも使えるんですが、乾いてる状態の方が効果を発揮するということなので、ちょっともう一回ね室内に戻してボディが乾いてる状態の鑑識でね施工していこうと思います。はい、そしたら戻ってきまし
た。でまずはセット内容を確認していきます。こちらがジオセラミックボディコートですね。あんまシャバシャバしてないですね。でそれとこちら厚手のマイクロファイバークロスが付属されています。厚手といっても普通ですね。すごい分厚いっていう感じでもないんですが、良さげなマイクロファイバークロスですね。では実際に使っていきたいんですが、まずは使い方を確認します。使用方法はパッケージの裏面に記載されています。でまず1、洗車をする。傷の原因となるので砂や泥等はあらかじめ洗い流し、水分をよく拭き取る。でここに米印で濡れた状態でも使用できますが、乾いた状態でより効果を発揮しますということなので、今回はちょっと乾いた状態で施工していきます。で2番、塗り広げる。ボトルをよく振り、付属のクロスに液をつけ塗り広げる。60センチ ×60 センチに対して500円玉ぐらいが適量です。で一度広範囲に塗り広げると液が乾いてムラになりやすいため注意してください。で3番、拭き上げる。塗り広げた後すぐにクロスの綺麗な面でムラなく拭き上げる。液が乾いてしまった場合は再度液を塗り広げ、すぐに拭き上げてください。液が乾いたまま放置すると成分が硬化してシミやムラになるため注意してくださいということです。で拭き上げ方としては、軽い力で小さく円を描くように拭き上げると、ここに図がありますね。でこの商品がちょっと見えにくいかもしれないんですが、液性が弱酸性となっております。で成分がシリコンレジン、炭化水素系樹脂、セラミックナノ粒子、変性シリコン、石油系溶剤の水性となっております。応急処置だったり保管方法とかはこの辺に記載されております。内容量は 280ml、 中型車約6台分となっております。で実際にちょっと使ってみますか。で車両はこんな感じですね。このライトの下でちょっと施工していきます。はい、そしたらまずは磨いてある方から施工していこうと思います。で60センチ四方なので、ここ60もないですね。50センチ四方ぐらいなので、500円玉1個いかないぐらいの大きさでいいのかな。下よく振って、これぐらいでいいかな。結構ドロッとした感じの液剤ですね。まずは塗り広げる。全体にね塗り広げて、で面を反対側に変えて拭く。拭いてる感じはなんか持ってかれる感じがあるの分かります？だってそれぐらいしっとりしてる感じの居心地ですね。で特にムラとかにはなってないです。結構綺麗に施工できたかなとは思ってます。でなんかツヤがね増したような感じするけど、どうなんだろうって感じ。見る角度変えて仕上げ拭きします。 OK、 こんな感じですね。そしたら磨いてない方いきますか。こちらが磨いてない方ですね。同じような感じでよく振って500円玉ぐらい取って拭いていきます。まずは塗り広げ。なんか結構軽減できてるっぽい。で面を変えて拭き上げます。どう変わんない？でさっきよりちょっと軽減されたんじゃない？でこの辺なんかムラではないけど、なんか目立ってる感じあるけど、この辺ねポツポツ、こんなもんだったっけ？なんかいい感じかも。ちなみに拭いてた感じでいくと、磨いたところの方が抵抗がギュッとした感じがありましたね。だから液剤がギュッとしてたっていうよりかは、その塗装面でちょっとギュッと感じたのかなっていう感じはしますけど、そのコーティング剤より若干重めな感じだけど、着にくいっていう感じはしなかったです。そしたらちょっとツヤの方を見ていきますか。はい、一応マスキングテープのところら辺にライトがね2箇所当たるような形でカメラを設置しました。違いを見ていきます。磨いてある方からいきますか。はい、ちなみに磨いてある方は磨いてあるところもマスキングしました。もちろん磨いてあって、未施工と施工面の違いを見たかったのでマスキングテープしたんですが、境目ここにありますけどあんまよくわかんないですね。磨いちゃうともうやっぱわかんないですね。続いて未施工ですね。磨いてないところ、こっちははっきりツヤ出てるね。全然違うと思います。まずは磨いてるところですね。そもそも磨いてるところと磨いてないところの差がすごいはっきり出ております。ここにうっすら線あると思うんですが、これぐらいの幅分ですね。マスキングテープ貼ってありました。なのでここは磨いてある、なおかつ未施工ですね。ジオセラミックボディコートを施工してない部分です。こことこっちの施工した部分比較するとそんな大きな差はなさそうですね。肉眼で見ても分かんないレベルです。
右側移動します。はい、そしたらこちらが磨いてない箇所の右側がジオセラミックボディコートを施工しちゃって、左側ミセコのところですね。でライトちょうど当ててるところに境目があります。結構くっきりね違いが出ているじゃないかな。肉眼で見ても違いわかるし、カメラで見ても違いわかるなといった感じです。でやっぱツヤが出てる分傷もね結構軽減されてるのかなと。この光の感じ、このライトの下の光の幅がやっぱ右に比べて左側の方がかなり白っぽい幅が大きいので、傷はねかなり目立たなくなっていると思うんですが、完全にはねやっぱ消せないかなといった感じです。そしたら一旦1日置いて、翌日水はじきと、あと実際に洗ってみてツヤがどのように変化するのか、結構ねツヤでいうと1回洗っちゃうともう落ち着いちゃうものとかもあったりするので、それが残ってるのかどうかも含めて見たいなと思います。はい、そしたら施工して1日が経過しました。1日じゃないですね、2日3日経過してます。今日ちょうど雨が降ってボディに水滴がついてる状態なんですが、真ん中ニセコと比べると両サイドは結構水がねまん丸で撥水しているなっていう感じはします。実際にちょっと水をかけてみます。かなり撥水力いいね。真ん中水はじきほぼありません。すごいわ。全然まとまろうとしないので、かなりね撥水力は高いですね。これなんか過去にやった撥水力高いやつ、例えばキラサク GP とかと水はじきの比較ちょっとしたいですね。で磨いたところと磨いてないところ、比較した時どうなんだろう。パッと見じゃちょっと分かんないですね。すごいアップでいきます。これ磨いてあるところですね。かなり撥水力あるね。続いて磨いていないところ。こんな感じです。軽く拭いてツヤの方を一回見ますか。マスキングテープの跡がこことここにありますね。で肉眼で見るとかなりツヤの違い出てます。カメラだとこのツヤの違いっていうのがねすごい分かりにくいんですよね。真ん中白いで左右黒いっていうぐらいツヤの違いは出ています。でやっぱりここですね、磨いてあるところのジオセラミックボディコートを施工してないところと施工してあるところのツヤの違いは、あんま大きな差はないかなといった感じです。こうすると分かりやすいかな。この後ろの日差しのところ見れば分かるんですが、この線から右側は未施工、こっちはジオセラミックコート施工してない部分がここですね。これぐらいの範囲、この線が施工してない範囲、左側が施工してあります。磨いてあるから、そもそもツヤ出てるんですが、これぐらいの違い、これより磨いてないところの方が分かりやすいかもしれないです。はい、こちらが磨いてないところですね。ここ境目で右側の方がツヤ出てますね。左側の方が白っぽいです。やっぱちょっと洗車傷みたいなのがある分、左側の磨いてあるところと比べてちょっとね白っぽいかなっていう感じはするんですが、ツヤの差はねかなりはっきり出てます。じゃあちょっと一回洗ってみますか。洗っていきます。で水はじきに関して言えば、洗っても水はじきが弱くなる商品っていうのは少ないんですが、ツヤがねどうしても減る商品っていうのは結構多くあるので、そこをねちょっと重点的に見ていきたいなとは思います。で普通にカーシャンプーはウィルソンの泡仕立てシャンプーですね。普通に汚れが乗ってると仮定してささっと今洗った感じです。で洗い流していきます。でこれしっかり洗い流さないと、この左の方とか見てもらえば分かるんですが、この感じ、これはまだ洗剤が残っているからちょっと浸水っぽくなっています。これはしっかり洗い落として、見ていくといった感じですね。で水はじきは元に戻りました。すごいねかなり弾いてます。そしたら拭き上げて室内でねちょっとライトを当ててツヤの方を見ていこうと思います。
はい、そしたら室内にやってきました。で拭き上げも終わっていてツヤの感じを見ているんですが、どうでしょうか。結構ねはっきり違い出てると思います。でこれライトのね当て感でまた変わるんですが、真ん中に比べて右側ツヤ出てますね。で左側ツヤ出てますね。やっぱ磨いた分ね、この傷、ライトのところの乱反射を見てもらえば分かると思いますが、左側磨いてあります。傷がほとんどないでツヤも出てる。で右側ツヤ出てて傷はやっぱちょっと残ってる感じだけど、若干傷も軽減されてるのかな。乱反射の感じが違いますね。磨くとやっぱ全然違う。かなりしっかりツヤは残っていると思います。はい、といった感じで動画の方以上になります。で今回はこちらカーオールのジオセラミックボディコートというボディに使うコーティング剤ですね。こちらを使ってみました。で使ってみた感想としてはすごく良かったです。良かった点は水はじき、特に僕撥水好きなのでその撥水力がかなりあったのと、あとツヤですね。ツヤが持続する。だいたいねツヤ1回で落ちちゃうことが多いんですが、普通に洗ってもね持続してたのですごいいいなと思いました。特にね悪かった点が見当たらないっていうのかな。で見た目もいいし、で気になる点としては簡易コーティング剤、スプレータイプのものと比べてこれはスプレーではなくクロスにこの液剤をちょっとつけて拭き上げていくっていう形になるので、スプレータイプに比べてちょっと手間はあるかな。どちらかというとワックスとかに近いかな。だから作業性としてはスプレータイプに比べてちょっと劣るかもしれないんですが、水はじきと、あのツヤを見たら十分これでもいいのかな。今日普段ねやっぱパパッと終わらせたいっていう方には向いてないのかなとは思います。今日普段ワックス使ってる人とか洗車にちょっと時間かけれますよっていう人だったらこれかなりいいんじゃないのかなと思います。よかった、びっくりしました。であとは他のものと比較していきたいなとは思っています。似たようなものがいいのかなとも思っているので、これと比較してもらいたいみたいなのがあればぜひコメント欄に入れておいてもらいたいなと思います。はい、とりあえず今回はこんな感じで動画の方以上になります。この動画が面白いなと思った方はぜひチャンネル登録と高評価お願いします。それではまた来週。